山頂でのサバイバルの旅。標高4500メートルを超え、生活が不可能に思える、雪をいただいた山頂を風が吹き抜けます。しかし、寒さと氷の中にも、3種類の生き物が生き残ります。霧の中の静かなハンターである雪ヒョウ、登山の達人であるマーコルヤギ、そして空を横切る黒い影であるイヌワシです。彼らは食物連鎖を共有しているだけでなく、パミール高原からヒマラヤ山脈に至るまで、中央アジアと南アジアの最も過酷な山の斜面に生息しています。ここでは、一歩一歩、ジャンプ、視線一つ一つが生と死の境界を決定する可能性があります。雪をいただいた山々の凍えるような寒さと吹き荒れる風の中、雪ヒョウが獲物を追い詰めている。蚊では、ヤギが崖の端に沿ってのんびり歩いていました。雪ヒョウはためらうことなく稲妻のように急降下し、急な岩棚を横切りました。その跳躍はでも力強く正確でした。ヤギは驚いて逃げ出し、驚いて狭い崖を駆け下りた。息を飲む追跡劇は深い淵の端で繰り広げられる。しかし、険しい地形は獲物にとって有利です。失敗した狩り。エネルギーは底をつき、この高山地帯の寒さと同じくらい空腹感は消えなかった。雪ヒョウは冷たい岩の上をゆっくりと歩き、その影は昼間の淡い光の中で長く残っていた。この厳しい山脈では、あらゆる失敗がこの孤独な生き物の回復力と奇跡的な進化を思い出させます。黒い斑点が点在する、厚くて霜が降りたような銀灰色の毛皮を持つ雪ヒョウは、高々度でのカモフラージュの名人です。その色は岩や雪に溶け込み、まるでヒマラヤの霧の中に潜む幽霊のように見えます。長くふさふさした尾は、時には体とほぼ同じくらいの長さになり、崖を渡る時にバランスを取る道具としてだけでなく、氷点下の夜に体を温める、マフラーとしても機能します。氷の湖のように深く静かな翡翠色の目は、数百メートル離れたところから獲物をはっきりと見分けることができます。あらゆる感覚が、頂点での生活のために完璧に調整されています。大きな足は天然の雪のクッションのような毛皮で覆われており、氷の上を羽のように軽やかに歩くことができ、獲物に警告する音を一切残さない。雪ヒョウは単独で行動する動物で、通常は晩冬から早春にかけての交尾期にのみつがいで現れます。彼らは地形や獲物の密度に応じて
最大数百平方キロメートルに及ぶ広大な縄張りを築きます。この大きな猫か動物はライオンやトラのように吠えません。彼らの口頭は吠えるための構造を持っていませんが、代わりにマーキングや短いコミュニケーションに使用されるうなり声やシューという音などの柔らかい音を生成します。雪氷は山腹や岩の裂け目、谷を越えて1日に数十キロ移動することができ、よく知っている道をたどり、匂いや岩の引っかき傷で縄張りを示すことが多い。寒くて厳しい環境で暮らす雪氷にとって、忍耐は重要です。雪氷は岩や雪の吹き溜まりの陰に隠れて何時間も獲物を待ち伏せし、勝利を確信した時だけ攻撃します。一度に15メートルまで跳躍できるため、獲物が反応する前に遠くから攻撃することができます。冬の終わりになると、雪氷は短い繁殖期に入ります。メスは、尿や岩の引っかき傷で縄張りを示し、化学信号を発して付近のオスを引き寄せます。近づくとき、オスはメスのうなじを軽く噛むことがよくありますが、これは交尾中にメスの姿勢を安定させるための典型的な行動です。交尾は数日間にわたって数回行われ、その後オスは去り、メスが子育ての責任を負います。妊娠期間は9万100日です。晩春になると、メスの氷は出産するために、乾燥した、保護された岩の巣穴を探します。その巣穴は、多くの場合、人の立ち入りが困難な地形にあります。1回の出産で1から3頭の子熊が生まれた時は目が見えず、体重は500グラム未満で、完全に母親に依存している。出産後の最初の 4.6 週間、メスの氷は巣穴からほとんど離れず、狩りをするために絶対に必要な場合のみ離れます。子猫は生後約2ヶ月で目を完全に開き、母親の監視下で巣穴から短い距離を離れ始めます。メスの氷は、岩だらけの地形での移動方法、隠れる方法、獲物を観察する方法などをオスに教えます。生後3から6か月目になると、子熊は母親が運んできた獲物を食べ始め、徐々に乳離れしていきます。彼らは狩りやサバイバルの技術を学ぶために、約 18.22 ヶ月間母親と一緒に暮らし続けます。
十分に成熟すると、他のすべての生態のユキヒョウと同様に、母親から離れ、厳しい山の頂上で孤独な生活を始めます。ユキヒョウは中央アジアの高山生態系における頂点捕食者であるにもかかわらず、世界で最も神秘的で脆弱な大型猫科動物の一つである。野生の個体数はわずか3500から7000頭と推定されており、気候変動による生息地の喪失、人間との衝突、希少な毛皮を目的とした密猟など、様々な脅威に直面しています。ユキヒョウは、白岩ヤギ、ブルーシープ、アンテロープなどの有定類の個体群のバランスを維持する上で重要な役割を果たしています。彼らの存在は、健全で生物多様性に富んだ高山生態系の指標です。急峻な岩の斜面では、マーコールヤギの群れが狭い岩棚の上を慎重に歩きながら静かに動いています。群れの中では、若い子はまだぎこちなく、母親や大人の動きについていこうとしている。背後の岩や山の草に隠れて、ユキヒョウが霧のようにゆっくりと軽やかに、すぐ近くを歩いていた。ヤギの群れが一瞬気を取られた隙に、木陰から飛び出してきました。群れ全体がパニックに陥り、山腹にチリチリになってしまいました。コヒョウは母親とはぐれてしまい、振り返る暇もなくユキヒョウの襲撃にあった。鋭い歯が後ろから強く噛みつき、ヤギは滑って痛みにもがきました。しかし、生き残る瞬間、それは立ち上がり、すべての力を振り絞って崖の端から飛び降り、下の冷たい水の中に落ちていきました。ユキヒョウは崖の端に立ち止まって見守っていました。幸運にも生き残ったマーコール、白岩ヤギは、中央アジアの高地で最も奇妙で印象的な生き物の一つです。オスは、長さが1メートル以上にもなる大きな螺旋状の角と、古代の戦士のように顎まで垂れ下がった長いひげで目立っています。暑い季節性の毛皮は、岩だらけの高原の厳しい寒さと風に対する天然の鎧です。彼らは危険な高度に生息しており、平らな土地はすべて貴重な資源です。しかし、マーコルは平らである必要はありません。
分かれたひづめと丈夫な肉球を持ち、捕食者さえも警戒する鋭い岩棚の上を優雅に移動します。草食動物のマーコルは、岩山の根や低木、不毛の植物を食べて、栄養分の乏しい土壌でかろうじて生き延びている。それを補うために、彼らはミネラル豊富な土や岩を舐めて、体に欠かせない塩分や微量元素を探します。この驚くべき適応力のおかげで、彼らは過酷な状況でも生き残ることができるだけでなく、理想的な獲物にもなります。彼らは通常メスと子ヤギからなる小さなグループで移動しており、マーコルは常に警戒しています。すべての動作は意図的かつ迅速で、決断力に富んでいますが、慌てるものではありません。オスは繁殖期にのみ姿を現し、孤立して生活するため、交尾の権利をめぐって激しい角の競争が繰り広げられる。高山に冬が訪れると、マーコルの繁殖期が始まります。オスは隠れ場所を離れ、メスの群れの方へ向かいます。岩だらけの山腹で、2頭のオスの成獣が螺旋状の角を高く掲げ、緊張した目で対峙していた。彼らはまっすぐに立ち上がって、お互いに向かって突進した。角笛が大きく鳴り響き、ひづめの下で岩が割れた。数回の激しい攻撃の後、彼らのうちの一人が力尽きて撤退した。残った一匹がしっかりと立ち、メスが前に進み出た。勝者は血統を継承する権利を獲得します。交尾後、オスは去ります。メスのマーコルは冬の間ずっと妊娠しており、寒さと飢餓の中で生き残るための試練となる。晩春に雪が溶けると、彼らは出産するために安全な場所を探します。通常、1回の出産で生まれる子供は1匹だけです。子ヤギは生まれて数時間以内に立ち上がれるようになり、ほんの数日後には母親の後を追って岩だらけの斜面を歩いていった。この世界では、成熟の速さが生き残りを左右する。マーコルは雪氷の主な獲物として、ロッキー山脈の生態系のバランスを保つ役割を果たしています。彼らの存在は、全の食物連鎖を維持し、厳しい高地の生物多様性を守るのに役立っています。マーコルはそれぞれ、氷の寒さの中で生き延びる生き物であるだけでなく、徐々に縮小しつつある古代の生態系における重要なつながりでもあります。しかし、脅威となるのは雪氷だけではない。空高くでは、もう一つの捕食動物、イヌワシが常に静かに見守っています。ナイフのように鋭い目と2メートル近くの翼幅を持ち、空中を支配し、
マーコルの群れの中で最も弱い個体を狙うのに特化しています。危険は地上からも空からも襲ってくる可能性があるため、山での生活は力強さ、スピード、そして絶え間ない警戒の間の微妙なバランスが必要になります。イヌワシ・アキラクリセートスは、北半球で最も大きく、最も機敏な猛禽類の一種です。首筋に金色のハイライトがある濃い茶色の毛皮のおかげで、頭上を舞うときに簡単に見分けられます。2km 以上離れたところから小さな動きを感知し、最高時速 240km で急降下して致命的な攻撃を仕掛ける。爪は湾曲しており、鋼鉄のフックのように鋭く、衝撃で骨を折るほどの力で獲物をつかみます。いくつかの地域では、イヌワシがつがいで狩りをする様子が記録されており、1羽が追い払っている間にもう1羽が反対方向から待ち伏せする。鳥の世界では珍しい戦術であり、驚くべきレベルの協調性と適応性を示しています。薄い雪の層に覆われた淡い灰色の岩の上で、不運な動物の死骸が、一群のカラスの餌食になっている。彼らは群がって、肉の一辺をめぐって争い、その鳴き声が空き地に響き渡った。しかし、大きな黒い影が空から急降下すると、雰囲気はすぐに変わりました。翼を大きく広げ、爪で岩をつかみながら地面に着地したイヌワシ。カラスは大きな鳴き声を上げながら飛び去り、死骸をより大きな捕食動物に残しました。ワシは近づき、ゆっくりと、しかし力強く食べ始めました。カラスが旋回して、数羽が近くに止まり、じっと見つめながら待っていました。大胆なワシが前に進み出て、ワシの尾羽を掴んで挑戦しました。一瞬、ワシはくるりと回転し、警告の攻撃をするようにくちばしを伸ばした。カラスは後ずさりして首を縮め、もう一歩も踏み出せませんでした。もう一羽のイヌワシが空から舞い降りると、静寂は破られた。妥協は一切なし。二人の天空の支配者による激しい衝突。翼が岩にぶつかり、爪が広がり、くちばしがぶつかった。戦いは短かったが激しかった。遅れてきた者は圧倒され、撤退を余儀なくされた。鳥は飛び上がって近くの木の枝に止まりましたが、逃げ出したばかりの食べ物をまだ見ていました。この山腹では、死さえも戦うべきものなのです。
イヌワシは単独で狩りをするため、食事を共にすることはありません。自ら飼った獲物であれ、見つけた死体であれ、常にその食べ物を絶対的に守ります。縄張り意識が強く警戒心が強いため、地面に降り立つたびに、同種のものも含めたあらゆる侵入者と対峙する準備ができています。岩だらけの山々と冷たい空の間では、孤独は選択ではなく、生存本能です。わしは雪氷のように足跡を残さないので、静かに待ち伏せする必要もありません。それは、何百万年もの進化を経て磨かれたスピード、精度、本能を持って空からやってきます。岩と風がミスを許さない裸の山の斜面では、イヌワシは警告もなく容赦もなく上からやってくる死の化身です。ロッキー山脈にゆっくりと春が近づくと、イヌワシの繁殖期が始まります。巣は大きな枝で作られ、乾いた草や羽で裏打ちされており、季節ごとに高くなり、何年も持つことができます。通常、1回の産卵で生まれる卵は1個か2個だけです。メスはおよそ6週間かけて卵を温め、その間にオスが狩りと獲物の持ち帰りのほとんどを行います。巣が危険な場所にあるとしても、卵やヒナは完全に安全というわけではありません。カラス、イタチ、さらには小型の猛禽類が親鳥の不在をついて巣に近づき、破壊することがあります。ヒナ鳥は孵化すると弱く、目が見えず、完全に親鳥に依存します。最初の数週間は、2羽の成長が交代で巣を守り、肉片をちぎってヒナに与えます。ヒヨコは早く成長しますが、競争は激しいです。子ガニはいる場合は、弱い方の個体が飢えたり巣から追い出されたりすることが多い。自然界では、通常は、より強いものだけが生き残ります。ヒナ鳥が巣を離れるのに十分な羽が生えるには3ヶ月かかります。しかし飛べるようになってからも、彼らは狩りの仕方や、かつて親がやっていたのと同じように空を支配することを学ぶために、何週間も親の後をついて回ります。注意深く保護しても、すべてのヒナが生き残って巣立ちできるわけではありません。卵の中にいる時から、敵、天候、飢え、さらには巣内での競争など、常に危険が潜んでいます。イヌワシの世界では、成熟は最も強い個体、
つまり冷たい岩や危険な空の中で生後3ヶ月を生き延びることができた個体の特権です。そしてもし生き残ったら、彼らはその本能を持ち続け、野生の山々を支配する沈黙の捕食者の生活感を継続するだろう。人間の足跡がほとんどない寒い高山では、イヌワシは単なる捕食動物以上の存在です。ロッキー山脈の生態系において欠かせない役割を果たし、齧歯類、小鳥、幼い動物の個体数を制御し、死骸を清掃します。その存在は、手つかずの自然が健全であることを反映しています。沈黙の中でバランスを保ちます。数ではなく役割によって。一羽の鳥、一つの領土。一つの翼、一つの空。そして、岩や雪、鳥の影が行き交う風の強い山腹で、イヌワシは孤独に、穏やかに、かけがえのない旅を続けました。氷と険しい岩山の中、人がほんの一瞬通るだけの場所で、静かに暮らしが続いています。ユキヒョウ、マーコル、イヌワシ、3つの種、3つの生活リズムが一緒になって過酷でありながら調和の取れた生存の絵を織りなします。間違いを犯す余地はなく、弱さを犯す余地もありません。あるのは本能と適応、そして飢えと生存の間の終わりのない戦いだけです。そしてこの最も極端な場所では、自然に介入する必要はなく、ただ静かに存在する必要があるだけです。名もなき山の頂、鳥の影が崖を滑るように流れ、足跡が薄い雪に溶けていく場所では、生命は静かに、粘り強く、そして壮大に続いていきます。